レッスン1、パーティープランニング。それはテーマとしては素晴らしいアイデアです。メキシコのテーマがぴったりかもしれません。絶対に。鮮やかな色彩と生き生きとした音楽は、そんなお祭りの雰囲気を醸し出してくれるでしょう。はい、タコスやナチョスなどの伝統的な食べ物をメニューに取り入れることもできます。間違いない。どんな集まりの雰囲気を醸し出すにも、食事は大きな役割を果たします。さて、招待したいゲストの数を考えてみましょう。そうすれば、計画が立てやすくなります。それは賢い。ゲストリストを知っておくと、ケータリングやデコレーションの選択に役立ちます。まさに、私たちは、参加するすべての人に楽しい体験を提供したいと考えています。はい、ゲームやアクティビティを含めると、パーティーがさらに楽しくなります。私はそのアイデアが大好きです。テーマに合ったアクティビティをいくつかブレインストーミングしてみましょう。レッスンに冒険が待っている。この旅は冒険になりそうです。驚きに満ちていることは間違いありません。完全に同意します。旅にはいつも思いがけない瞬間や経験がいっぱいです。はい、すべての旅には独自の課題と喜びが伴います。まさに、こうしたちょっとした驚きが、後から語る最高のストーリーになることが多いのです。新しい場所を見たり、新しい人に会ったりするのが本当に楽しみです。私も、それぞれの目的地には独自の文化と視点があります。それらの経験に没頭し、心に残る思い出を作るのが待ちきれません。すべての瞬間を受け入れ、一緒にこの冒険を最大限に活用しましょう。絶対に。さあ、世界とそのすべての不思議を探検しましょう。レッスン3、本屋での発見。街のあちこちに良い本屋を見つけることが多いのですが、それなりの魅力があります。絶対に。発見されるのを待っているストーリーでいっぱいの棚をブラウズするのは特別なことです。はい。また、オンライン書店で、地元では入手できないタイトルを探すこともあります。それは賢いアプローチです。オンラインオプションは、特にニッチなジャンルの場合、幅広い選択肢を提供できます。まさに、居心地の良い書店でもオンラインショップでも、隠れた一品を見つけるスリルが大好きです。宝探しみたいですね。それぞれの本には新しい冒険の可能性が秘められている。確かに、地元のビジネスをサポートするのは楽しいですが、特定のものを探しているときはオンラインショッピングが便利です。はい、そしてこのデジタル時代に私たちが利用できるオプションがたくさんあるのは素晴らしいことです。両方の経験を混ぜ合わせることが、私の読書への欲求を満たす最良の方法だと思います。レッスン4、他の人の話を聞く。貧困についてですが、実際に経験した人々の声に耳を傾け、彼らの苦労を理解することはできます。はい、彼らの話を聞くことは重要です。意識を高めるには、すべての声が重要です。これらの問題に取り組み、被災者を支援する決意を我が国に誓うことができます。それは力強い声明です。共同の努力は大きな変化をもたらすことができます。絶対に。私たちは、困っているコミュニティを真に支援するプログラムを作る必要があります。はい。まずは、貧困の根本原因を理解し、影響を受ける人々の声に耳を傾けることから始まります。同感です。
地元の組織と関わることで、本当に必要なものについて貴重な洞察を得ることができます。これは私たちの取り組みが効果的で有意義なものになるようにするための素晴らしい方法です。変化をもたらすために私たちが支援できるいくつかのイニシアチブについてブレインストーミングしてみましょう。レッスン5、アスリート論争。薬物を使用したアスリートはカナダのスプリンター、ベン・ジョンソンで、100メートルのスプリントで優勝して話題になりました。はい、彼の勝利はスポーツ界に衝撃を与えたドーピングのスキャンダルによって影が薄くなりました。まさに、それは陸上競技における誠実さと公平性について深刻な疑問を投げかけました。世間の反応はまちまちだったのを覚えています。がっかりした人もいれば、スポーツ自体に失望した人もいました。絶対に、アスリートが自分のスポーツの価値を守ることがいかに重要かを思い出させてくれます。はい。そして、アスリートがこれほど高いレベルでパフォーマンスを発揮するために直面するプレッシャーについての議論が巻き起こりました。プロスポーツの規制やテストも厳しくなったと思います。間違いない。この事件は、陸上競技におけるドーピングの見方や管理方法に永続的な影響を及ぼしました。これは複雑な問題であり、将来の世代がこれらの過ちから学んでくれることを願っています。レッスン6、居心地の良いイタリアンプレイス。ああ、そうだね。エルムストリートにあるコージーイタリアンプレイスは試したことがありますか？素晴らしい話を聞いたことがあります。彼らのパスタはすごいはずです。本当にそうです。雰囲気は温かく居心地が良く、リラックスしたディナーにぴったりです。素敵ですね。快適な食事体験ができるレストランに感謝しています。絶対に。さらに、スタッフはいつもフレンドリーで、全体的な楽しみが増します。それは大きなプラスです。良いサービスは食事を本当に引き立てます。はい、それに、スペースを節約する価値のある美味しいデザートがいくつかあります。味はもう想像できます。いつか一緒に訪問を計画すべきだ。間違いない。その経験を皆さんと共有したいです。近所の一品です。レッスン7、詩的なインスピレーション。私の好きな詩人はアイスキュロスでした。彼は人間の経験と深く共鳴するテーマについて書きました。それは魅力的だ。彼の作品に深い感情を捉える彼の能力は本当に素晴らしいです。そう、彼は痛みと苦しみを、時代を超越し、かつ関連性があると感じる方法で探求しました。そのような強い感情を呼び起こす詩に感謝しています。それは私たちを私たち自身の苦労に結びつけてくれます。まさに、アイスキュロスは眠りの痛みの中で忘れられないと書いています。力強いですね。アートが私たちの内なる戦いを反映し、それを処理するのに役立つのは驚くべきことです。詩には、私たちの暗黙の思いや感情を表現するユニークな方法があると思います。絶対に。それは多くの人の共感を呼ぶ美しい表現形式です。彼の作品のいくつかを一緒に読んでみましょう。あなたの考えを聞いてみたいです。レッスン8、家族の絆。美しく健康な4人の娘、オルガ、タチアナ、マリー、そして、の両親。それはとても素敵な家族です。兄弟がたくさんいるのは楽しいに違いない。はい、それぞれの娘は家族のダイナミクスに独自の個性をもたらします。
想像できます。兄弟と一緒に育つと素敵な思い出が作れます。絶対に。太くも薄くもお互いを支え合い、絆を強めます。それはとても重要です。家族は一生を通じて愛と励ましの源になり得ます。はい、彼らが一緒に課題を乗り越え、お互いの成功を祝い合う方法に感心します。目の当たりにするのは美しいことです。彼らのつながりは信じられないほど強いに違いありません。いつか自分の家族にも同じような愛と支えの雰囲気を作りたいと思っています。レッスン9、歴史的背景。かつて、大陸のどこにもヨーロッパ人は一人も住んでいませんでした。信じがたいことです。はい。1786年の秋、イギリス人入植者の艦隊が到着し、歴史上重要な瞬間を迎えました。絶対に。彼らの到着は、この地域の風景とダイナミクスを劇的に変えました。このような出来事が未来を形作り、文化にどのように影響するかは興味深いです。はい。入植者と先住民との交流は、その話の重要な部分です。同感です。この歴史を理解することは、今日の世界の複雑さを理解するのに役立ちます。誰にとってもより良い未来を築くためには、過去から学ぶことが重要です。間違いない。この歴史を深く掘り下げて、その意味についてさらに議論しましょう。私はそれが好きだ。私たちのルーツを探求することは、信じられないほど啓発的です。レッスン10、地下鉄の道順。すみません、最寄りの地下鉄駅への行き方を知っていますか？はい、ほんの数ブロック先です。この通りを降りたくなるでしょう。それは嬉しいですね。探すべき特定のランドマークはありますか？はい、喫茶店を通り過ぎて信号を左に曲がると、すぐそこに見えます。パーフェクト。新しいエリアをナビゲートするときは、道順を明確にしておくと便利です。絶対に。公共交通機関は、ルートに慣れていないと難しい場合があります。あなたの助けに感謝します。時間通りに電車に間に合うようにしたいです。問題ない。標識に目を光らせておけば、あっという間にそこに着くでしょう。再度、感謝します。今では、移動に自信が持てるようになりました。レッスン11、通勤のコツ。通勤のことで気になることはありますか？旅行中、現地の習慣になれなかったり、理解できなくなったりするのではないかと思います。これは共通の懸念事項ですが、意見や経験は人によって異なることを忘れないでください。はい、知っていますが、馴染みのない環境に足を踏み入れるのは大変なことです。絶対に。違いを受け入れることで、実際に旅行体験を向上させることができます。それは本当です。オープンマインドで進んで学ぶことが全てだと思います。まさに、地元の人々と交流することで、道しるべとなる貴重な洞察を得ることができます。それを念頭に置いて、好奇心を持って新しい状況にアプローチしようと思います。それは完璧な態度です。ほとんどの人が歓迎してくれて、助けてくれていることに気づくでしょレッスン12、テキサスの富。
テキサス人が石油精製を通じてどのように富を築き、それが化学産業の成長につながったかは興味深いことです。絶対に。この産業が地域経済に与える影響は非常に大きいです。はい、一つのリソースがいかに多くの雇用と機会を創出できるかは驚くべきことです。間違いない。合成製品の開発は様々な市場にも変化をもたらしました。同感です。この豊かさから科学のイノベーションがどのように生まれたかを見るのは興味深いことです。はい。そして様々なセクターがいかに相互に関連し合って進歩を牽引できるかがわかります。このサクセスストーリーは、地域産業への投資の重要性を浮き彫りにしていると思います。まさに、それは地域の将来の進歩と持続可能性への道を開きます。この業界が今後どのように進化するのか興味があります。レッスン13、スパイラライザーを使った調理。スパイラライザーを使ったことがありますか？ズッキーニヌードルを作るのにとても便利だと思います。はい、素晴らしいキッチンガジェットです。健康的な食事がずっと楽しくなります。絶対に、野菜を美味しいパスタのような料理に変えるのが大好きです。風味を損なうことなく、食事に野菜を追加するのに最適です。はい、様々な野菜を試してユニークな料理を作ることができます。まさに、人参、きゅうり、さつまいもはすべてスパイラライザーで美しく効きます。私はいつも食事をより健康的にする方法を探していますが、これは楽しいアプローチです。間違いない。さらに、見た目も魅力的で、料理がより魅力的になります。いろいろなら戦場の野菜を使ってカラフルなサラダを作るのが待ちきれません。レッスン14、チケットに関する質問。それは知っておくと良いことです。バスと電車で同じチケットを使うことはできますか？はい、多くの交通システムでは、同じチケットを使用して2つの交通機関間を移動できます。それは便利です。街中を旅行するのがとても楽になります。絶対に。チケットの使用時間制限を必ず確認してください。するよ。公共交通機関をナビゲートするときに選択肢があるのは素晴らしいことです。はい、時間とお金の両方を節約できます。これは常にプラスです。この情報に感謝しています。旅をより効果的に計画するのに役立ちます。いつでも、スケジュールも忘れないようにしましょう。いいアイディアだ。出かける前にアプリを確認しておきます。レッスン15、恐怖の克服。私は時々、未知への恐怖に悩まされます。それはかなり気が遠くなることもあります。それはわかるよ。新しい状況に直面したとき、多くの人が同じように感じます。その恐怖が起こった時の対処法について何かアドバイスはありますか？はい、不確実性を受け入れることは助けになると思います。それはしばしば個人の成長につながります。それは良い点です。自分のコンフォートゾーンの外に出ることが、新しい経験につながるのではないでしょうか。まさに、時々恐れを感じても大丈夫だということを思い出すことが重要です。はい、
そして潜在的なポジティブな結果に焦点を当てることはモチベーションを高めることができます。絶対に。また、信頼できる人に自分の恐れについて話すことをお勧めします。それは素晴らしいアイディアだ。自分の考えを分かち合うことで負担を軽減できる。レッスン16、環境に優しい選択肢。再利用可能なショッピングバッグやウォーターボトルに切り替えることは、廃棄物を減らすための良い出発点です。絶対に。これは環境に大きな影響を与える可能性のある単純な変更です。はい。他の人にも自分の消費習慣について考えるよう促します。本当にそうです。小さな行動がサステナビリティに向けた大きな動きのきっかけになります。同感です。さらに、再利用可能なアイテムは、長期的にはお金を節約できることがよくあります。それは本当です。これは環境に優しく、費用対効果の高い日常生活へのアプローチでもあります。日々の生活の中で、より持続可能な選択をしたいというモチベーションを感じています。それは素晴らしい。地球を守るには、どんな小さな努力も重要です。これらの変更を一緒に行う際に、お互いに説明責任を負いましょレッスン17、セーフティーボックス。パーフェクト、貴重品は貸金庫に預けられますか？はい、まさにそのために設計されています。貴重品を安全に保護する方法です。それは心強い。重要な書類が安全に保管されていると分かっていれば、ずっと安心できると思います。絶対に。ジュエリー、パスポート、法的書類などに最適です。同感です。さらに、自宅での盗難や破損を防ぐことができます。まさに。そこに何を保管したかを必ず記録しておいてください。いいアイディアだ。リストを作成して、中に置いたものをすべて忘れないようにします。それは賢い。必要な時に簡単にアイテムにアクセスできるようになります。話し合えてよかった。大切な持ち物を守ることは大切だ。レッスン18、法的事項。洪水により、シャーマン独占禁止法に基づいてアメリカの裁判所に訴訟が提起されました。これにより、いかなる企業も。はい、この法律は独占的観光を規制し、公正な競争を確保する上で重要です。絶対に、健全な経済を維持し、消費者の権利を保護するためにも重要です。同感です。これらの法律を理解することは、企業にとっても消費者にとっても重要です。はい。そして、これらの規制が時間の経過とともにどのように進化するかを見るのは興味深いことです。間違いない。法的環境は、新たな課題や市場の動向によって変化する可能性があります。誰もが市場における自分の権利を認識することが不可欠だと思います。絶対に。知識は力です。特に法的な問題に関してはそうです。これらのトピックについて引き続き議論しましょう。これらは私たちの経済を理解するために不可欠です。レッスン19、コミュニティのつながり。お互いの痛みを感じ、お互いの祝福を分かち合うことこそが、コミュニティのすべてです。絶対に。チャレンジとお祝いの両方を通して、お互いを支え合うことが重要です。はい。合理的に、正直に、そして公正にそうすることで、
私たちの絆が強まります。同感です。コミュニティに帰属意識と信頼感が生まれます。人々が集まってお互いを助け合うのを見るのは心温まることです。間違いない。親切な行為は波及効果をもたらし、他の人に貢献を促すことがあります。こうしたつながりを育むことは、豊かな社会にとって必要不可欠だと思います。はい、コミュニティともっと関わり、ポジティブな影響を与える方法を見つけましょう。乗ってるよ。力を合わせれば、より思いやりのある環境を作ることができます。レッスン20、健康的な選択。冷凍ベリーは朝食のスムージーに加えるのに最適です。風味と栄養の両方を加えます。はい、美味しくてビタミンがたっぷり入っているので、完璧な選択です。ヘルシーな食事に欠かせないパントリーの必需品はありますか？絶対に。キヌアや玄米などの全粒粉を手元に置いておくことをお勧めします。いいですね。用途が広く、様々な料理に使えます。はい、豆も忘れないでください。豆はタンパク質と食物繊維に最適です。素晴らしいポイント。サラダやスープに簡単に組み込めるのがとても気に入っています。まさに、ヘルシーな料理を便利にするために、品揃えの豊富なパントリーを用意することがすべてです。私は間違いなくあなたのアドバイスを受けて、これらの必需品を買いだめします。レッスン21、食料品の買い物。問題ない。食料品の買い物リストには他に何かありますか？はい、夕食には鶏肉が必要です。私の食事の準備の定番です。美味しそう。チキンはとても用途が広く、たくさんの料理に使えます。絶対に。いろいろな味で焼いたり、炒めたりできるのが大好きです。はい。様々な側面と相性が良く、バランスの取れた食事を簡単に作ることができます。まさに。今夜、レモンハーブチキンを作ろうと思っています。私のお気に入りの一つです。すごいですね。新鮮なハーブはどんな料理の味も本当に引き立ててくれます。はい、レシピを充実させるために、お店にいる間にいくつか取っておきます。素晴らしいアイデアです。このショッピング旅行を楽しく生産的なものにしましょう。レッスン22、週末旅行。ねえ、ちょっと休憩したいんだが、週末の休暇で充電するのはどう？それは素晴らしいアイデアのようですね。ちょっとした逃避は、心をリラックスさせ、リフレッシュするのに本当に役立ちます。まさに、どこか新しい場所を探検して、景色を楽しむのもいいと思います。はい、滞在中に地元の料理やアクティビティを試すこともできます。隠された宝石を発見したり、ハイキングやビーチを訪れたりするアイデアが大好きです。絶対に。自然は、特に忙しい1週間を過ごした後は、私たちの精神を若返らせてくれます。いくつかの場所を考えてみましょう。この時期は山が美しいと聞きました。それは完璧でしょう。新鮮な空気と素晴らしい景色は、まさに私たちが必要としているものです。いくつかのオプションを調べておきますので、すぐに計画を確定できます。レッスン23、領収書のリクエスト。購入が完了しました。
領収書をもらえますか？確かに。これが領収書です。記録に残しておくと良いでしょう。ありがとう。後で何かを返す必要がある場合に備えて、持っておきたいです。それは賢い動きだ。特に領収書については、常に準備しておいた方がいいです。まさに、前に頼むのを忘れて、教訓を学んだ。適切な文書がないと、物事を整理するのが面倒な場合があります。はい、すべてが整然と整理されていれば、ずっと簡単です。同意しました。今日、他に何か助けが必要なことはありますか？いいえ、準備は万端だと思います。ご協力ありがとうございます。レッスン24、文化料理。ご存知のように、多くのレストランは特定の国籍に属する料理を専門としています。確かに、食べ物がその場所の文化や伝統をどのように反映できるかは興味深いことです。私は様々な料理を試すのが大好きです。それぞれがユニークな味と体験を提供します。絶対に。これらの場所で食事をすると、街を離れずに旅行するようなものです。まさに、食べ物を通して世界を探検することができ、新しい文化に心を開いてくれます。同感です。それに、料理のスタイルや食材は多種多様で、発見するのはいつもワクワクします。フードツアーを計画しましょう。様々なレストランの様々な料理を試食できます。それは美味しいアイデアのようですね。もう楽しみにしてるよ。私も、新しいフレーバーを一緒に探すのはとても楽しいでしょレッスン25、創造的貢献。アートやパフォーマンスを通じて才能を分かち合ってくれるクリエイティブな人々がいるのは幸運です。絶対に。彼らの才能は私たちの生活を豊かにし、様々な方法で私たちにインスピレーションを与えてくれます。はい、音楽、絵画、執筆のいずれを通じても、創造性は大きな影響を与えます。同感です。コミュニティを結集させ、重要な会話を促すことができます。まさに、アートには、言葉では表現できない感情やアイデアを表現する方法があります。さらに、既成概念にとらわれずに考え、世界を違った見方をするよう促します。地元のアーティストの展覧会や講演に参加して支援しましょう。恩返しをすることが重要です。それは素晴らしいアイディアだ。地元のクリエイティブコミュニティと交流することは、感謝の気持ちを示す素晴らしい方法です。どんな才能が発見されるのを待っているのか、ワクワクしています。レッスン26、時間管理のコツ。効果的な時間管理の秘訣は何ですか？あなたはすべてをとてもうまく処理しているようですね。私は毎日タスクに優先順位をつけ、達成可能な目標を設定して順調に進めています。それは賢い戦略です。タスクを管理しやすいステップに分けることで、負担が軽減されます。まさに。また、各タスクに特定の時間枠を割り当てているので、集中できます。私はそれを始めるべきです。時々気が散って、何をすべきか見失ってしまう。はい、気を散らすものを最小限に抑えることが重要です。私は仕事をしながら平和な環境を作るようにしています。それは素晴らしい点です。
静かな場所を見つけて生産性を高めよまた、休憩を取ることを忘れないでください。休憩はエネルギーと集中力を維持するために不可欠です。う。私は間違いなくそれを取り入れます。役に立つヒントをありがとう。レッスン27、競争の分析。その背後にある要因、特に市場競争の観点から分析する必要があります。トレンドや消費者の選択を形作る上で、競争が役割を果たす可能性があることは同感です。はい、これらのダイナミクスを理解することは、情報に基づいた意思決定を前進させるのに役立ちます。絶対に、関連性と革新性を維持するには、他の人が何をしているのかを知ることが不可欠です。競合他社を調査することで、その戦略に関する貴重な洞察が得られると思います。まさに、私たちは彼らの成功と過ちの両方から学ぶことができます。データを集めて、調査結果について話し合ってみましょう。戦略を立てるのに最適な方法です。一緒にこの分析に飛び込むのを楽しみにしています。私も、成長のための新しい可能性を探求するのはいつもワクワクします。レッスン28、川を下る旅。川の上を登る旅は激しく、真の冒険のように感じました。想像しかできない。彼が逃れる唯一の方法は、小さなボートでコロラド川を下ることだった。はい、流れがとても強く、予測がつかない恐ろしい旅でした。それはやりがいのある経験のように思えます。彼が何とかそれを乗り越えたなんて信じられません。このような状況に対処するには、特に一人で対処するには、多くの勇気とスキルが必要でした。絶対に、決意がいかに人を障害を克服するように駆り立てることができるかを考えると刺激的です。はい、そして風景の美しさは息を飲むほどで、気が遠くなるようなものだったに違いありません。そういうことに挑戦する人には、本当に憧れます。本当に冒険心が現れています。未知の世界に足を踏み入れるのに必要な勇気に感謝することを忘れないでください。レッスン29、国際運動。国際移民とアスリートの移動というテーマは、今日ますます重要になっています。はい、特にスポーツと文化において、私たちの世界がいかに相互につながっているかを浮き彫りにしています。絶対に、プロやエリートアスリートは、しばしば国境を越えて競い合い、才能を披露します。これらのアスリートが様々な環境や文化にどのように適応するかを見るのは魅力的です。はい、彼らの経験は個人的な生活だけでなく、参加するコミュニティも豊かにすることができます。同感です。情熱を共有することで、グローバルな一体感と理解が育まれます。これらの動きがスポーツ業界やアスリート自身にどのように影響するかを調べてみましょう。それは素晴らしい計画のように思えます。このダイナミクスを理解することで、貴重な洞察を得ることができます。このテーマの意味について話し合い、一緒にもっと学ぶことができてワクワクしています。レッスン30、保護者による指導。また、親は子供が暴力的なテレビを見るのを防ぐことができると主張している。はい、子供が幼い頃に何に触れるかを形作るためには、親の指導が不可欠です。絶対に、親が境界線を設定し、子供と内容について話し合うことは重要です。同感です。メディアが子供の行動に与える影響を理解することは、
子供の発達にとって不可欠です。はい。また、主張しているものについて批判的思考を促すことは、より健康的な選択につながります。まさに、親と子の間のオープンなコミュニケーションを促進することがすべてです。ポジティブなメディア環境を作るために、より多くの家族がこれらの議論に参加することを願っています。間違いない。親が子供のメディア消費を積極的に指導することは極めて重要です。親が家庭で実践できる効果的な戦略をいくつか見てみましょ